おお、なるほど。関節がないとそこに雪がつかなくて冬も使えるって言ってたね。カチバチバチ。こんなふにゃふにゃなのすごくない？本当だ。これでバチできた。あ、いいね。来た。へえ。あ、こぼした。なんだ。あ、それ俺の歯ブラシだ。つるちゃん行ってきます。
今の車内温度が6度。2個が限界かな。寒い。うわわわわわわ、超美味しそう。焼けてるなこれ。
ただきます。うまっ。あった。もしかしてケーブル巻くの？これは何？あ、
寝袋と電気毛布めちゃくちゃあったかかったです。途中で寒いかなと思ってこれをね、この中ぐらいこのぐらいでつけてたんですけど、むしろ暑くなって消してたんですよね。もうほんとごくごく弱くつけるぐらいでちょうどいいのかもしれないです。この寝袋が最強だから。はい、凍りついてる。危ない。
あそこ凍ってる。昔ここは海だった。ありがとうございます。これは先で払うんですかね。今ここで払ってもらって、あとはお金払うとこないです。あ、こちら豆腐です。はい、豆腐とごぼうのけんちんが上にかかってる。はい。こちらです。7番のお席です。はい、こんにちは。どうぞ。食べてみる？最高だぜ。美味しい。美味しい？美味しい。甘いですか？甘いです。じゃないもんね。寒い寒い。素敵なマント着てきただわそれ。はいこんにちは。こんにちは。寒いね。寒いです。どっから来らったの。
ここまでご覧いただきありがとうございます。恒例のコメント紹介です。前回と前々回の動画にいただいたコメントを紹介します。今回もですね、スーパーサンクスをいただいております。皆様ありがとうございます。こちらはグルちゃんのおやつやご飯に使わせていただきます。元野良猫グルとの田舎暮らし、こちらの動画にいただいたコメントからです。北の星空さん、挿し木をするときは根っこが生えてくる部分はアルミや新聞紙などで包み、日が当たらないようにすると早くなります。土の中と同じようにすると良いと思います。私は北海道の住人なので千葉がどのぐらいの気温なのか分かりませんが、試してみてください。次の動画楽しみにしてます。北海道にお住まいなんですね。情報ありがとうございます。バジルをね、室内で育てようと思って挿し木をしていたんですね。あの後無事に根っこが出て育ててます。今後の動画でまたお見せできたらと思います。ありがとうございます。秋代泉さん、グルちゃんとの距離が添い寝してくれるほど近くなっていて驚きました。由美子さんと同じお布団に潜り込んでくるのも時間の問題ですね。冬の間は空気が乾燥するので、犬も猫も水を飲む回数が増えるみたいです。何かとお返事をしてくれる猫ちゃんがいると一人でも寂しくないですね。我が家にも犬の散歩についてきて、道の真ん中でゴロンとなって撫でてもらうのを待つ外飼いの猫がいます。3年間鳴くのを聞いたことがなかったのですが、夕方の暗い時間の散歩で誤って前足を踏んでしまい、初めて大きな声でニャーと鳴くのを聞くことができました。そんな何気ないエピソードで癒されるのも猫がそばにいてくれるからですよね。はい、ありがとうございます。本当に全然鳴かない猫ちゃんなんですね。本当猫って可愛いですよね。私はもともと猫好きだったんですけど、一緒に生活してみてさらに良さが分かったと思いますね。たまにグルが知らない間に足元に来てることがあって、本当に踏んづけそうになってしまうんですけど、最近気をつけてます。ミカエル・ラーソンさんから、由美子さんとても素敵ですね。グルはとても可愛くておしゃべりで、家での生活を楽しんでいるのがわかります。熊本出身なんですね。私は長年福岡に住んでいましたが、もちろん熊本や九州各地を訪れました。12年間野良猫を飼っていました。毛の長い黒猫です。とても賢くてお腹が空くと冷蔵庫のドアを前足で叩きました。今は5年前からメスのノルウェージャンフォレストキャットを飼っています。スーパーマーケットの駐車場で2年間暮らしていましたが、ある日私の家までついてきました。野生的ですがとても抱きしめたくなる優しくて賢い猫です。2匹とも一度アパートに入ったら決して出ていかず、外へは戻りたがりません。2匹とも夜の一定時間は私のベッドで寝ていました。黒い猫の名前はトゥールーズでした。負けるという意味ですが、負けたのではなく勝ちました。ノルウェージャンフォレストキャットの方はタマちゃん、またはルーマニア語で小さなナッツを意味するアルニタです。他のコメントでもあった通り、トイレと餌場を分けておくのは良い考えです。では釣りも頑張ってください。2025年も良い日々をお過ごしください。ありがとうございます。すごく素敵なエピソードをありがとうございます。冷蔵庫トントンするのめちゃくちゃ可愛いですよね。家までついてきたっていう話もすごいほっこりしました。ありがとうございます。花 T さん、グルちゃん掃除機の音にびっくりしないなんてすごい。うちのニャンズは掃除機出すだけで逃げます。ルンバみたいな掃除機には攻撃しています。毎日寒いですが、達夫くん、海子ちゃん、グルちゃん、風邪ひかないように暖かくお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます。うちのグルも掃除機最初はすごくびっくりしてました。なんですけど最近は掃除機が近づいてきたらちょっと離れるぐらいの感じですね。ルンバ攻撃する猫ちゃんちょっと可愛すぎますはい、ありがとうございます。グルちゃんの動画ってことで猫の食事の与え方だったりとか体調面だったりでたくさんの方からアドバイスをいただきました。こちら参考にさせていただきます。皆様ありがとうございます。続いて冬の車中泊の総集編にいただいたコメントです。ケンさん、海子さんこんばんは。いつも北海道から拝見しています。ボンゴちゃん懐かしいですね。極寒の中薪ストーブで温まってみたいです。後片付けが大変そうですけど、冬の車中泊に行くときはお二人の動画見て気分盛り上げてから行きます。夏もですが年末3泊の道東車中泊に行きましたよ。十勝平原サービスエリアで車中泊、次の日は摩周湖に行って浜の湯で温泉、お大東で車中泊、別海町の一本松からのクリスタルアイスと日の出を見て野付本島散策、阿寒丹頂の里で温泉に入り、釧路芭蕉市場で同じ店でカニ買いましたよ。負けてくれました。最後は別海の隣の本別で車中泊したらマイナス13度でした。いつも海子さんの料理美味しそうで楽しみにしています。はい、もう私たちも旅した場所ですごく嬉しいです。マイナス13度ってね、やっぱ北海道すごいですよね。私たちも北海道大好きなのでまた旅しに行きたいと思ってます。ありがとうございます。 Q さん、海子さんこんばんは。ボンゴちゃん懐かしいですね。
以前勤めていた某引っ越しセンターの営業者がボンゴだったこともあり、なおさら懐かしいですね。以前はボンゴで一人旅をしていたんですよね。仕事の車でボンゴって多いですよね。たまにその辺走ってるとボンゴを見かけるんですけど、やっぱりおーって思いますね。ありがとうございます。水藤恵子さんでしょうか。読み方が違ってたらごめんなさい。こんばんは。薪ストーブ楽しいですね。我が家はすすけた耐熱ガラスをレモンクレンザーで拭いてお掃除してます。それにしても大平山頂上の景色、あれを見せていただいただけでもう幸せです。はい、ありがとうございます。大平山ですね。割と短時間で行けるし登りやすい山なんですけど、景色は抜群なのでいいですよね。富士山がすごく綺麗に見えるので私も好きな場所です。ありがとうございます。今回紹介した以外にもたくさんのコメントをいただきました。皆さんありがとうございます。次回はですね、今回の南会津旅の続きになります。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。